ールドの72分の1スケール3式戦闘機飛燕1型兵を仮組みレビューしていくのだ。飛燕ですね。日本陸軍機の中では珍しい液冷エンジンを搭載した戦闘機ですね。そうなのだ。今回も塗装はしないでいつものように仮組みでパーツの愛、モールド、全体の形状、そしてファインモールドらしい作り込みを確認していくのだ。今回のキットは1型兵ですね。飛燕といっても1型鋼、1型オツ、1型兵、1型艇、さらに2型海といくつかの型式がありますね。まずファインモールドの飛燕シリーズについてなのだ。ファインモールドはかなり早い時期から72分の1スケールの飛燕や5式戦に取り組んでいたメーカーなのだ。ただし最初から今のような完全新規のキットだったわけではないんですよね。そうなのだ。特に有名なのが初期の飛燕2型海なのだ。胴体などの特徴的な部分を自社パーツとして作り、主翼など一部には長谷川の飛燕を使うという構成だったのだ。今の感覚で言うと改造パーツを組み合わせたキットだったわけね。まさにファインモールド初期らしいマニアックで使用性重視のキットだったのだ。その後2型海のファストバック型などでは主翼も含めて自社金型化されたものが登場し、しっかりしたインジェクションキットへと進化していったのだ。そして今回の1型兵はその後に展開された1型シリーズということになりますね。そうなのだ。ファインモールドの72分の1スケール飛燕1型シリーズでは今回の1型兵、それから1型オツ、さらに244戦隊仕様なども発売されているのだ。国内メーカーの飛燕というと昔から長谷川の72分の1キットもありますね。長谷川の飛燕は長い間72分の1スケールの定番だったのだ。手に入りやすく飛燕のプラモデルとして多くの人が一度は見たことのある存在だと思うのだ。近年ではタミヤの1型艇もありますね。そうなのだ。タミヤの72分の1スケール飛燕1型艇は新しいキットで組みやすさや精密感ではかなり強い存在なのだ。青島からも2型海や1型艇系が出ていますから、国内メーカーだけでも飛燕は選択肢がありますね。ざっくり言うと1型オツや1型兵ならファインモールド、1型艇ならタミヤや青島、2型海なら青島やファインモールドという感じで型式によって選ぶキットが変わってくるのだ。海外メーカーではどうでしょう。海外だと古いところではレベルの飛燕があるのだ。かなりクラシックなキットだけど海外では昔から日本機として知られていた存在なのだ。ドラゴンや DML の飛燕もありますね。そうなのだ。そして近年の外国製で型式展開が多いのが RS モデルなのだ。1型鋼、1型オツ、1型兵、1型艇、2型海などかなり細かく展開していて、ファインモールドやタミヤがカバーしていない型式を補ってくれる存在なのだ。ただ RS モデルは簡易インジェクションよりのキットも多いので、組みやすさという点では国内メーカーのキットとは少し性格が違うかもしれませんね。そこは大事なのだ。完成後の形は魅力的でも仮組み段階ではすり合わせが必要になることも多いのだ。では今回の主役である1型兵についても触れておきましょう。飛燕1型兵は主翼に 20mm マウザー砲を搭載しているのだ。武装を強化したタイプですね。飛行第18戦隊などで運用されフィリピン航空戦にも参加しているのだ。かなり厳しい時期の戦いですね。さらに終戦間際には第39教育飛行隊のような国内の部隊でも使われていたのだ。なるほどね。今回はそんな飛燕1型兵をファインモールドが72分の1スケールでどのように再現しているのか実際にパーツを合わせながら見ていくのだ。古い長谷川、近年のタミヤや青島、そして海外メーカーの飛燕とも比べながら見るとかなり面白そうですね。では早速ファインモールドの72分の13式戦闘機飛燕1型兵を仮組みしていくのだ。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは飛行中の3式戦闘機飛燕1型兵なのだ。主翼の下に造装をつけた緑色の飛燕ですね。箱絵の機体は第39教育飛行隊の機体になるのかな。尾翼の赤いマーキングがかなり目立ちますね。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが2枚、透明パーツが1枚、デカール、真鍮製のマウザー砲、組み立て説明書なのだ。塗装図となるのだ。マーキングは2種類。第39教育飛行隊所属機、飛行第18戦隊第2中隊所属機となる。
部品点数は59点。72分の1の単発戦闘機としては程よい部品点数ですね。ではファインモールドの72分の1スケール3式戦闘機飛燕1型兵の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で4パーツ。操縦席床、座席、操縦桿などで構成される。計器パネルはどうなっていますか？計器パネルは全部で2パーツ。計器パネルと照準器で構成される。計器はデカール表現となるわけね。次はエンジン周りなのだ。このキットの見どころですね。エンジン上部と起式管銃は露出状態を選択できる。機種上部を接着しなければどちらの状態でも選べるわけね。そうなのだ。次はプロペラですね。プロペラとスピナー合わせて全部で4パーツ構成となるのだ。プロペラは3枚プロペラですね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席と計器パネル、ラジエーターを挟み込んで接着。ラジエーターは3パーツあるわけね。貼り合わせたら機種部分の上部パーツも取り付ける。胴体のモールドはどうでしょうか？大モールドになります。全体的にしっかり入っている印象なのだ。主翼はどうでしょうか？主翼は3パーツ構成。まずは穴開け指示があるのだ。増装を吊るすためのダボ穴ね。穴を開けたら主翼下パーツに左右の主翼上パーツを貼り合わせる。標準的な分割ですね。主翼のモールドも大モールドとなる。パネルラインも確認しやすいのだ。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体後部に取り付ける構造。ここはいつもと一緒ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは透明パーツで風防から後部まで一体成形となる。開閉選択式ではないわけですね。そうなのだ。透明度はどうでしょうか？問題なさそうなのだ。次は足回りですね。まずは主脚は左右それぞれで主脚、タイヤ、足カバーを組み合わせる。標準的な構成ですね。その他にも胴体に取り付けるカバーもあるのだ。次は尾輪ですね。尾輪は1パーツ構成。固定式尾輪となる。お好きなタイミングで取り付けね。次は細かい部分の取り付けなのだ。ふむふむ。胴体上部にはアンテナ支柱、主翼には気筒管、胴体仮面にはラジエーター周りのパーツを取り付けね。主翼にはマウザー砲も取り付けるのだ。こちらは金属パーツとなるのだ。胴体仮面には燃料冷却器も取り付けね。そうなのだ。最後に吊るし物ですね。吊るし物は増装なのだ。増装は左右分割のタンクと堅調化で構成される。下側のボリュームが出てかなり雰囲気が変わりますね。最後に総評なのだ。今回はファインモールドの72分の1スケール3式戦闘機飛燕1型兵の仮組みレビューをしたのだ。実際に仮組みしてみた感想はどうでした？まず1型兵の飛燕を72分の1スケールで作れるという点でかなり貴重なキットだと思ったのだ。飛燕というと長谷川や民や青島の1型艇や青島の2型海もありますが、1型兵となると選択肢は限られますね。そうなのだ。今回のファインモールドは1型兵を作るなら今でも有力な選択肢になると思うのだ。キットの特徴としてはやはり主翼のマウザー砲ですね。そうなのだ。1型兵は主翼に 20mm マウザー砲を装備した火力強化型なのだ。それを真鍮製パーツで再現しているのは大きいですね。細い方針がシャープに再現できるので完成後の見栄えにもかなり効きそうなのだ。エンジンと起式管銃を露出できるところも特徴ですね。上部から見える範囲での再現だけどね。組みやすさはどうでしょうか？最近の完全なパチピタキットというよりはファインモールドらしく仮組みしながら丁寧に合わせていくタイプだと思うのだ。部品点数も59点なので多すぎる感じではありませんね。パーツ数は程よい感じなのだ。モールドはどうでしょうか？全体的に大モールドで飛燕の細い胴体や主翼のパネルラインがしっかり表現されている印象なのだ。銀色塗装でも緑色塗装でも表面の情報量はいきそうですね。そうなのだ。液冷エンジン機らしい細い機種、スマートな胴体、そして主翼の 20mm マウザー砲、1型兵らしさを楽しめるキットだと思うのだ。飛燕好き、日本陸軍機好きなら一度は作ってみたいキットと言えそうですね。そうなのだ。ファインモールドの飛燕シリーズの中でも1型兵を楽しめる良いキットだと思うのだ。では動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。
次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。